皆様こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。今回は人生を巧みに、そして豊かに生きるための2つのヒントをお話しします。結論から申し上げますと、子供の持つ遊び心と、大人の持つ現実的応力の2つが鍵を握っています。これらを意識しながら磨き上げることが、人生を豊かに楽しむためのコツであると言っても過言ではありません。それでは、早速詳しく解説していきましょう。小さな子供たちは、自然と自分の心の声に従い、心から楽しめることに没頭する性質を持っています。しかし、年齢を重ねるにつれ、人は様々な制約を受けるようになり、大人になると、そのように行動することが難しくなることも多いです。人生の達人になるためには、この子供のような遊び心を取り戻すことが大切です。自分の心に耳を傾け、その声を尊重しましょう。心が喜びを感じること、惹かれること、ワクワクすることに取り組むこと、自分の内側から湧き上がる興味や関心に従って行動することが、遊び心を活性化させる鍵です。多忙な日常に追われる中で、自分が本当に望むことを見失ってしまった人もいるでしょう。そんな人は、過去を振り返り、子供の頃や昔、楽しんだ活動を思い出してみるといいでしょう。子供の頃に熱中した遊びは、自分が本当に求めることの手がかりになる場合もあるからです。また、新しい趣味や活動に挑戦することで、思わぬ喜びを見つけることもあるでしょう。人生の達人になるためには、心から望むことを追求することが重要ですが、現実は、仕事や日常生活の中での責任や役割があり、好きなことだけを追い求めるのは無理でしょう。それでも、できる範囲で自分の好きなことに時間を割くことは大切です。例えば、就寝前の30分間を自分のために使ったり、週末に1、2時間を自分の時間として確保するなど、個々人の状況に合わせて自分の時間を作ることが望ましいです。私たち大人は、日常生活で数多くの責任を背負っています。仕事におけるタスク、家事や育児といった日々の義務など、やるべきことは山ほどあるでしょう。これらのタスクを単なる義務として捉えると、楽しさを感じるのは難しく、ストレスがたまる一方です。人は、自分で選んで行う行動には喜びを感じるものですが、強いられて行う行動は辛いものになりがちです。しかし、自分の捉え方を変えることで、感じ方も変わってくるものです。例えば、仕事上のタスクに取り組む際、完全に自分の意思で行っているわけではなくても、それを自分が選んでやっているという主体的なスタンスで捉えてみるのです。この行動は自分が選んだ行動だ。これは自分の意思で決めたことだ。といった主体的な姿勢を持つことが重要です。実際、私たちは上司から命令されてやるタスクでも、他の行動であっても、その行動を起こす時点でそれをやるということを自らが選択しています。この自覚が主体的になるための秘訣です。自分で選んでやっているという認識を持つと、自己決定感を感じられるようになるでしょう。すると、自分の人生は自分で選んで決めているという実感が生まれ、自分が人生の主役であるという感覚が強まります。これこそが、人生を能動的かつ積極的に歩んでいるという気持ちにつながり、遊び心を活性化させるのに役立つのです。
子供の遊び心と並行して、大人としての現実的応力を磨くことも、人生の達人となり、生活を楽しむためには欠かせません。現実的応力とは、自分が影響を及ぼせる範囲を正確に理解し、その中で自分の能力を最大限に発揮して、現実にアプローチする力のことです。この力の重要な要素の一つは、自分が変えられることと変えられないことを見極め、変えられないことは諦めて手放すことです。自分のコントロールできないことや、変えることが不可能な事柄に執着するのは避け、そのための努力を一切やめることが大切です。諦めという言葉には、否定的な印象を持つ方もいるかもしれませんが、その本質は現実を明確に見ることであり、ネガティブなものではありません。自分にできることとできないことを区別し、自分では変えられないことを諦め、手放すこと。そして、自分にできること、変えることが可能な事柄に全力を注ぐことが重要です。できないこと、変えられないことを諦めることは、自分が万能ではないと認めることでもあります。それは感情的には失望感や無力感を伴うかもしれませんが、これらの感情を受け入れることで、きちんと地に足をつけ、しっかりとグランディングしながら現実に向き合うことが可能になります。人生には自分の意思で変えられることもあれば、どうしても思い通りにならないこともたくさんあります。私たち人間は、人間である限り、万能であることは不可能です。できないことを受け入れるほど、私たちの意識はできることに集中し、その領域を深く掘り下げることが可能になります。自分の影響力が及ばない範囲のことに執着せずに、手放して、影響力が及ぶ範囲に意識を集中させることで、その範囲内で自分の力を最大限に発揮することもできるのです。できないことをきちんと認めて諦めることで、できることに焦点を当て、自分の能力を有効に発揮し、自分らしい生き方を実現することができるわけです。人生はよくゲームに例えられることがありますが、その理由は、どんなゲームにも制限や制約が存在するからです。かくれんぼ、鬼ごっこ、トランプ、オセロ、スポーツのゲームなど、どれもルールがあります。ゲームの参加者はそのルールに従い、制約された中で最善の結果を目指します。どうやって制約の中で望む結果を得るか、知恵を働かせ、工夫を凝らして楽しむのです。人生もこれと同じです。自分の限界を理解し、制限を受け入れ、その中で知恵を絞り、様々な工夫をしながら、最善を尽くし、望ましい結果を目指します。この過程で、自分自身が学び、成長していくのです。人生というゲームでは、自分で主体的に行動することが大切ですし、状況に応じて、自分には超えられない力を認め、諦めることも必要です。自分の意思と諦める部分を両方大切にしながら、子供の遊び心と大人の現実的応力を同時に磨くことで、人生の達人となり、自分らしい人生を楽しむことができるでしょう。子供の遊び心と大人の現実的応力を意識して、与えられた条件の中で自分の力を最大限に活かし、クリエイティブで豊かな人生を築きましょう。そして、そのプロセスを存分に楽しみましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。今後も時々幸せに生きるためのヒントを
発信していきたいと思います。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。